始まりました。今日はスペシャルコラボ会になってましたよ。あ、そうなの？仕切り直したのが絶対にいいと思う。最初の笑いもこらえたのに。いや、このね、グダグダ感がうちのチャンネルはいいので大丈夫です。実は今日は、スペシャルコラボ会なんですけども、で今日は捨て頃のお二人に来ていただきまして、捨て頃のお二人って何なの？柄悪い。柄の悪い人たちにしかなってねえよ。関東では結構人気のイベントなんですけども、捨て頃 EDH という、イベントの北川さんと、はい、主催の北川です。プロスタさん、主催のプロスタです。お二人に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なんでこの捨て頃のコラボが実現したかと言いますと、僕たちのコミュニティ内でもとても人気があります。捨て頃は。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、本当にね。嬉しいね。多分いろんなところで遊んでいただいて。関東ではかなり一番と言っても過言ではないぐらい人気がある。わからない。楽しんでいただけてるなら、まあもうね、規模とかはもうあんまり考えずに嬉しいと思ってます。そうね。僕は個人的には一番好きなので、ありがとうございます。敬愛してます。ありがとうございます。まあね、いや、うちはあれだから、誰よりもバカを決めようの会をやってるだけだから。確かにフィールド違うか。そうだね。バカがいっぱい来るのは間違いないよ。きっとね。一番バカだよ俺たち。愛すべきバカだ。そう。楽しいイベント。待ってね。大丈夫。これ関西の方では、うちのチャンネルで意外と関西の方で見られてまして、関西の方ではやられてないですよね。やってないですね。やったことないですね。まだね、東日本でしか開催してない。関西の方はもちろんこのイベントのことをご存知でない方も多いと思うんです。そうですね。で、一応海外でも再生されてまして海外でもこのイベントやってるのをご存知ないですよね、海外の方は。多分そうですね。まあね、捨て頃っていう単語自体をまず知っているのかという話からになりますけど。っていう人のために、まずはルールの説明からお願いしたいんですけども。なるほど。捨て頃 EDH とは何ぞやっていう、どういうルールでやってるか。いきましょうか。ルールの前に正式名称ですね。お願いします。イベントの正式名称。イベントの正式名称、お願いします。言っときましょう。拳で語れ、芽生えろ友情、殴り殴られ EDH 交流会でございます。そうでした。そうだった。そうなんです。捨て頃 EDH っていうのはフォーマットというかルールの話。なるほど、そうなんですね。イベントのタイトルは今の長いやつです。毎回すごいびっくりするのは、この長いイベント名を吉晴れのイベントの募集の時に店員さんが呼びます。毎回言ってくれてるよね、吉晴れ。吉祥寺ですよね。よく噛まないなって思います。吉祥寺ハレル屋さんが一番この会を開催させてもらってるんで。そうですよね。で、ルールですね。まず簡単に言うと、対戦する上でのルールとイベント全体のルールに分かれるんですが、まずその対戦の中でのルール。その1、戦闘ダメージ以外では勝利できません。すごいですこれ。で、無限はできません。無限コンボね。無限がなしというのはね、これね、重要ですよね。大きく分けてこの2つ。まず1つ目、戦闘ダメージ以外で勝利しないということはどういうことかというと、統率者ダメージとか感染などの毒カウンターによってか、単純に殴り殺すかだけでしか勝利できません。例えば戦闘ダメージ以外の、例えばバーンダメージですね。バーンダメージとかライフルーズなどなどでライフが0以下になる場合、代わりに1になります。なるほど。簡単に言うと数敗置いてる状態。クリーチャーを持ってるとライフが0にならない、1になるんで、プレイヤーは基本的に特殊勝利や特殊敗北はできません。なんですが、例えばライフ1の時にフェッチを切ってライフ1点支払うと0になります。要するに自発的に0以下にする場合は0にちゃんとなります。だし、特殊敗北、戦士の制限とかで追加ターンもらうけどこの後僕待てますとかっていう時は待てますので、そういうズルはできないようになっています。契約系とかもそうですね。規定の契約とかを言ってコストを踏み倒しましたみたいなのもダメ、死にます。基本的にはとりあえず捨て頃なんで殴り合って、捨て頃っていう単語がね、そもそも素手で殴り合いましょうというスラングっていうんですかね。なるほどね。なのでその素手でっていう、ちょっと装備品とかいろいろ諸説なんか捨て頃というのに対してどうなのっていうのはあるけれども、基本的にはその殴り、戦闘ダメージで勝ちましょうというのがここに込められているんですね。ドスはいいけどチャカはだ。そう。チャカみたいな装備品もあるからもう分からんけど。で、その2、
に無限は禁止です、無限はやらないでくださいというふうになっています、はい、でそれに関わるところでですね、追加戦闘であったりとか、追加戦闘ね、追加ターンもね関わってきますよね。で無限回殴ればええじゃないかという話が出てくるんですが、無限コンボがそもそもダメなので無限ターンもありません。なるほど、ないと、なんですが、そうするとあんまり面白くないので、なるほどね。なので、3回まで殴れるよっていうルールにします。面白いですよね。追加ターンとか追加戦闘を2回まで追加できる。ちなみに港を滅ぼすものだと殴ってダメージ通りました、追加戦闘します、もう1回殴りました、追加戦闘します、もう1回殴った時は追加戦闘しないんですよね。そうですね。合計4回目はもう誘発しないと。なるほどなるほど。であとはこれが大事なところで、ワールドゴージャードラゴンとかね、あの辺とかって無限自分で止められないループが発生しますね。たまに自分で止められないループが発生した時はその人は死にます。本当は引き分けなんですけど、その人が死ぬっていうルールにしたってことですよね。なるほどなるほど。でよくネットで言われるのは、あれ無限やったら敗北するルールなんでしょって言われるんですけど、私たちは無限をやったら敗北するなんてどこにも書いている。なるほどね。やってもいいと。やってもいいんです。じゃあなんでやってもいいのかっていう話がここから先の話で、イベント全体のルールのお話、で主に4ラウンド戦っていただいて、でその中で、勝つとプラス1点、勝つと1点ですよね。そう、カレル屋さんとかでよくやってる盛り上げハッピー賞みたいなありますよね。盛り上げ点というので、各ゲームごとに1点がもらえます。でそれとは別に、これめちゃくちゃ面白いやんけとか、これいや寒くないみたいななった時に、運営を呼んでいただきます。で何があったんですか、で私たちが事情を聞きます。でこれいいじゃないってなったらプラス1点あります。都度プラス1点になります。これだって勝ちとその盛り上げと同等の価値があるわけですよね。同等の価値があります。同じ1点なのに何回でも取れるという。そうすごいですよこれ。そうで面白くないじゃんとか、そのみんなが楽しくなくなることをしてしまうと、これやらかしてるねって言ってやらかし点というのがつきます。それはマイナスなんですよね。そう、マイナス1点がつきます。なので無限をやって勝ってもいいんですよ。勝ってもいいんですけど、やらかしてるので、勝ち点ない、全くないと。プラマイゼロ。プラマイゼロになるので、うまみがない。なるほど、面白いですね。なんか何がしたかったのみたいな状態でその戦闘が終わるというか。なるほどなるほど。だからここでコントロールしているというか、僕ね、らは楽しいことをやりたいし、楽しくないことはできるだけ笑いとかに変えたいし、できるだけ楽しくないことをやると損だよっていうのをメッセージとしてこのやってんやらかしんっていうものに込めてるというかですね。そこがミソなんですよね。そうですね。それがこのイベントを盛り上げてるんですよね。そういうことですね。何をやってほしいかっていうところにとても強烈なメッセージが入っているのでそれを目指してくる人がとても多いっていうことですね。ありがたいことにね。とにかく盛り上げればいいですよと。いいプレイ、面白いプレイ、かっこいいプレイをやればやるほど輝きますよと。で僕たちはその勝ち点とかはね、要するに4ラウンドなので最大4点しか取れないし、盛り上げも全部取っても最大8点ですけど、や点やらかし点は無限に取れるので、一番勝った人がその日優勝するわけではなくて、一番面白いこととか一番楽しいプレイをみんなに提供できて、一番面白かった人ですかね。一番楽しかった人。そもそもが始める時にガチコマがちょうど始まる、第1回が始まるっていうタイミングで、この企画を立ち上げて、我々に競技的な EDH の知見はないけどバカなことをする知見がいっぱいあるので、じゃあ一番面白いやつを決めるイベントやろうっていうので、なるほどなるほど。でルールを考える手前の段階でこういう話をしてって、なるほど、いいですよね。ルールにどう落としていくかっていう中でこういう形が生まれたということですね。ガチコマのできるだけ対極にあるものというそのハウスルールというか、僕たちが勝手にやる、友達と仲良くやるイベントとして始まったんだけど、できるだけ競技の対極遠いところで楽しくやろうという。
気づいたら大きくなってったんですよね。そうですね最初はだから本当に10人5人呼べるかどうかみたいなところから、そうビビりにビビって僕らツイプラで毎回集客っていうか、参加を募ってるんですけど、最初だからあんまりいっぱい募集してスカスカだったら辛いじゃないですか。そうですねで自信もなかったから一番最初多分12人とか8人15とか16にしたらそうでもう友達に声かけて言うてもなんか10ぐらい埋まるかなみたいな身内で埋まるかなみたいなもう自信ない状態から始めてね、こう直近だとやっぱ60人とか集まってくれてるのでなんでこんなことになってるのかわからないけどありがたい本当にありがたいです本当にね一応禁止カードがあるんですよね。そう禁止カードがあります。はいでこのルールも禁止カードも初期の時にルールを決めてくれた人が最初に決めたところがあってで禁止カードが歩行バリスタ、荒廃鋼の巨像、世界なりの剣、世界美、イス教の迷路と統率者に指定するのだけ禁止なのが裏返る方のエターリですね。新エターリ新しい方のエターリ。新しい方のエターリですか。でそれぞれなんでかっていうと、歩行バリスタは簡単な話、たくさんのマナからみんなのライフを削ってこいつだけで殴ればゲームに勝ててしまうのでダメ。なるほどなるほど。荒廃鋼の巨像は一撃で感染10になってしまうのでダメ。なるほど。世界なりの剣はこれと組み合わせる定番の統率者がいるんですよ。ああそうなんですね。ご存知ですか。いやわかんないです。これと組み合わせる定番の統率者といえばアバシン。自分はみんな破壊不能でみんなのだけなくなっちゃったねができるので、これはまあ単純に面白くなくなっちゃうのでそれダメだったんですね。なるほど。いやこれはね面白い話が聞けたなと思ってあそうなんだと思って。ちなみに言うと赤白の固有色を含む統率者でも似たようなことができる。ああそうなんですね。あるんですね。なるほどなるほど。装備品デッキだとああなるほど。装備品デッキだと太陽地の土を入れます。世界なりの剣を入れます。で太陽地の土をパージして、ボロスの魔除けを打つといい。ボロスの魔除けを打つと自分のパーマネント全部破壊不能にできるんですよ。なるほどなるほどなるほど。その状態で世界なりの剣が当たると、自分のやつは全部破壊不能です。みんなのだけ更地になります。ということが起こるので、まあそもそもじゃあ誰がこんな寒いことしとんねん。いや世界なりの剣でしょっていう話。なのでこれは禁止です。なるほどなるほど。似たような理由で世界美も禁止。なんでダメだった？これ確か解放されたんですよね。EDH では通常の EDH は解放された世界美。まあ言ってしまえば、これはもともと世界美が禁止されていた理由と同じです。ああなるほど。例えばこれを踏み倒して更地になった後に適当に軽いクリーチャーを走らせればゲームに勝ててしまう。ああなるほど。まあ10マナいってあって9マナでこれ打って11の速攻で殴れば1人落ちますからね。なるほど。その後2人何もできなければゲームが終わる。なるほどなるほど。そんなゲームでいいんですかって言われたらってなるので。なるほど。それで禁止なんですね。そうです。まあなんか打ったらやらかし点直結みたいな。ああなるほどね。そうかそうか。それはもうやらかし点を出す手間を省くためみたいなことですよね。要は言ってしまえばそうです。間違いなく面白くないよね、このルールの上では。なるほどなるほど。このイベントの上では別に勝つためにそういう選択をするってこと自体は悪くはないと思うんですけど、僕らは勝ちにだけ来てほしくないから、なるほどなるほど。寒さというか面白くないっていうのをそういう犠牲を払って勝つカードっていうのをできるだけ抑止したかったっていうのがありますね。あとこれは途中から追加されたのがイス教の迷路。イス教の迷路。これは一体戦闘から取り除くという。そうですね。タップして。これは理由はとても簡単で、イス教の迷路が定着している卓だけとても試合時間が長かったので。ああそうなんですね。なるほど確かに。あとしかも殴りジェネラルちょっと否定する部分がありますからね。そうなんですよ。結局捨て頃 EDH のルールでいくと横にクリーチャーをいっぱい並べるか、単独のクリーチャーでぶっ刺すかっていうどっちかが多くなるんですけれども、その片っぽの選択肢を完全に封殺してしまうので、でその結果、僕らから見ててもゲームが完全に停滞してて、これはなんか普通に最初から禁止でもよかったなと後から見て思ったというか。そうですね。何よりゲームとしては別にそれでいいんですけど、ゲーム一戦として見るとね、でもこれイベントなんでラウンド数やらなきゃいけないんですよ。とどまってしまうと全員に待ち時間ができてしまうので、
っていう問題があって、うんそれができてしまうとやっぱねゲーム自体フォーマット自体のルールじゃなくてイベント全体で見た時にみんなが楽しかったって帰ってほしいんですよね、でもそれをやっぱり待ち時間伸びてしまうとやっぱみんなに不利益がある、それはやはりよろしくないんですよね、なので禁止という風になっている。なるほどなるほど。はい、結構その僕らはイベントその日一日のテンポ感というか、はい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 、そういうところも回を重ねる中ではいはいはいちょっと待ち時間を発生してしまったなとか、はいはいはいみんなを待たせちゃって申し訳なかったなっていう回ももちろんあったんですけど、はいはいはいそういうのをできるだけなくして、ストレスなく、本当にね6時間とか拘束するから、その6時間がどのタイミングでも楽しかったなって思ってもらえるようにその日を構築したくて、そのテンポが崩れるようなものっていうのは、ちょっとこうできるだけやめてもらおうかなという感じですね。あともう一個ぐらいありましたっけ？もう一つが、はい、裏返る方のエターリが禁止、はい、統率者にするのだけ禁止ですね、はい、デッキの中に入れるのはいいけど、統率者にしちゃダメと。これはね4デッキ分の全部の一番上の土地じゃない身のカード、スペルを唱えることができます。で全員がクリーチャー主体殴り主体のデッキです。でエターリを生贄にしてエターリのパワー分のマナを出すっていうねカードがねあるんですよ。それを使ってしまうとエターリを何回もぐるぐるして自分だけ強固な盤面を作るっていうことができてしまうんです。でこれが例えば3ターン目とか4ターン目にできてしまうとエターリを使っているプレイヤーに周りのプレイヤーが全く歯が立たない状況になります。あれ食物連鎖？食物連鎖ですね。はい、なのでそれを持ち込んだプレイヤーが過去にいて、で特に彼に悪気は何もなかったんですが、これはちょっとでしかも安定してそれができてしまうのでエターリの場合は統率者に指定するっていうことの重みがねちょっとねウェイトが重すぎましたねこいつはね。一応でも食物連鎖探しに行けないですよね。食物連鎖は探しに行けないもちろんなんですけど、変な話食物連鎖と適切な土地とかマナーベースがちゃんとできるようにマリガンをしてだったりとかっていうことができてしまうと結局同じこと。エターリはその再現性が割と高くて誰も追いつけなくなっちゃったから、ちょっとこれはたまたまドローで引いてきた分にはいいだろうけれども、統率者にしちゃうと、その再現度が高すぎるからちょっときついなということで、満場一致で追加禁止みたいな形でしたね。禁止カードはそんな感じですかね。そうです全部ね。今のところこれ以上の禁止は出さないつもりではいますが、どんどんカードが新しくね出てるから、やっぱり回を重ねてる中で、これはちょっとなんていうか面白くなかろうという面白くない盤面が高確率で再現されるだろうというカードに関してはちょっとまた禁止も考えていかないといけないかなと、あまりやりすぎるとね良くないと思いますから、バランス見ながらと思ってます。あと僕はお聞きしたいのは面白かったエピソード、この回っていうのが聞いてる方がどんな感じなのかなっていうのが雰囲気はこうやっぱルールだけじゃわからないと思うんですよ。そうですね、はい、捨て頃 EDH って検索していただけるとまがまがしい変な写真ばっかりが上がってくると思うので、多分あの写真しか見たことないんじゃないみんななんか分からんけどなんか痛いことをやっている集まりだなという見栄えになっている可能性がある。それがですね、そのやらかし店というものに付属するトガビトグッズっていうものなんですけれども、やらかしたことが一目で分かる変なものをつけてもらって、なおかつやらかしたことを笑いに変えてもらおうという話です。そういう感じでそのやらかし店っていうものやトガビトグッズっていうのがついてるのと、そのやってんやらかし店っていうものを主催を呼んでもらうっていうことで点数をつけてるので、面白いこと、それからちょっとなんかやんちゃなこととか起こった時に絶対に僕らがそれを見に行けるっていうところで、いろんなこう面白かったものっていうのは今まで見てきましたという感じですね。なんか面白い、なんかこんなことありましたよみたいなの欲しいんですけど、例えばなんかないですかね。そうですね、おそらく概要欄のところに僕が昔書いたブログを載せてくれていると思うんですけれども、過去一番の一番最初に出てくるのが宇宙家族ゴブリンソンの上にプラス1カウンターが22個載っている盤面っていう宇宙そのゴブリンソンが出てこないもんね宇宙家族ゴブリンソンとは
あなたがこのターンに3回以上ダイスを振っているならこれはトランプルを持ちます。あなたがダイスを1つ振るたびにこれの上にプラス1カウンターを置きます、というやつと、戦闘の開始時にダイスを5つ振るクリーチャーと、カウンターが倍数を受けるパーマネントがあって、なんだかんだ22個乗りました、これから戦闘に入るとすごく楽しいことになります。すごくないですか？すごいね。じゃあやってあげよう。統率者だったってことね。そう。なるほど。ゴブリンソンを統率者にしてくる時点で分かってますよね。面白いやつを統率者にして連れてこようというそのスタンスも僕好きですね。嬉しい。ちなみにこれの事の顛末はどうだったかっていうと、相手の全てを食らうグロサーマと格闘してお互いにパワー分のダメージを与え合って、そのグロサーマを倒すと、グロサーマが倒れた時に、グロサーマが受けたダメージ分、ダメージを与えた人がカードを引けるというのがグロサーマの効果でして、でパワー22のゴブリンソンでグロサーマを倒して今から23枚ドローしますっていうこれすごくすごいのでやってあげてください。わかりました、あげます。すごくすごいので、そんな感じでやってるよね、僕ら。でも大体ね、すごくすごいのでやってください。はい、あります。ある。結構軽めにくれるんですよね。もうあげ放題です。面白いなと思ったらやってはあげよう。なるほどね、そういうコンセプトなんですね。だからどんどん読んでくれっていう感じですね。主催を読んで、どう面白くないこれっていうのを共有してほしいし、どんどん共有してくれてる人に点数が入っていく。僕から1枚だけご紹介したいカードがあるんですけど、沈黙の時っていうカードが、これが毎回やってがもらえるっていうマニアックなカード。オタクカードすぎる。この白一番の印刷でして、マスクスの顧問なんか誰も覚えてないやろっていうね、対象のプレイヤーの戦闘フェーズを飛ばすっていう、これはノームより強いんですよ、これ。確かになかったことになるっていうか、ないんですもんね、戦闘がなかったことになるんで。なんでこれね、結構毎回もらえるんで、おすすめです。こういうのとか使っていただいて、知らねえ、すげえっていうね。それが面白いですよね。盛り上がれば何でもいいから。そうなんですよ。僕らはみんなが楽しければいいし、それがこのイベントのいいところなので、もう基本的には一番面白い人を決めようというのでしかないから、面白いことをしてくれる人には平気でやってはあります。そうですね。まあそんな感じですかね。このイベントに関しては。海外の方もぜひおすすめなのでやっていただきたいですよね。そうですね。まず捨て頃という単語を覚えていただいて、この間アメリカ人の友人と遊んだんですけど、捨て頃 EDH 楽しいって言ってました。いや、海外にも浸透してくれるとね、かなり面白いことに。いや、いつかね、海外大会がやりたいですよね。海外でトガ人になる人を見てみたいですね。いつかね。出ていただいたんで。告知していただければと思うんですけど、北川さん何か告知ありますか？そうですね、僕はマジックのイベンターとかではないので、完全に自分が趣味でやっているものの告知を1個だけさせていただくと、音楽活動をやっています。で、管楽器とかも入って、ボーカルが2人女性がいてっていう、大人数のバンドをしていて、ちょっとその音源とか、YouTube に動画とかも上がってるので、よかったら聴いてほしいと思います。概要欄にリンクを入れていただける。大丈夫です、もちろんです。もしかしたらエンディングとかで流していただいて、それは分かんない。ちょっとやり方が分かんない。できるかもしれない。できるかもしれない。できたらお願いします。そんな感じです。ありがとうございました。はい。で、プロセさんは何かありますか？この動画が出た直後かな、10月10日に毎月やってるピザ食いながら EDH 遊ぼうっていうイベントを、高田馬場のパーシックさんにやらせていただいております。ピザとコーラと EDH の会の直球なんですけど、これをやってこれが10月10日、で毎月やらせていただいてて、先月9月に5周年を迎えましたプロスタ会が、10月もありますよ、あとはこの捨て頃 EDH のですね、捨て頃練習会、基本的にどういうカードが活躍するのかなっていうのを監視する目的も兼ねております。で参加のきっかけにしていただいたりだとか、皆さんのモチベーションを維持するためにだとか、いろんな理由があるんですけどやらせていただいているものがあります。これもまた10月、それも月1開催しておりますので、気になるものに遊びに来ていただければなと思っております。確かプロサさんのツイッターのリンクを貼っておきますんで、そっちに飛んでいただければ、そっちに飛んでいただければ大丈夫です。いっぱいあるんでね。
あとあれですよ、だあと捨て頃自体宣伝しないと捨て頃自体あるんで、はい。捨て頃自体大体3ヶ月に1回ぐらいのペースで、ハレルヤ吉祥寺店さんで定例開催しています。次回は多分2024年12月のどこかの週末と思っています。で、その次がまた春ぐらいかな。はい。という形でまた開催していきますので、よかったら一度本当にどれだけ楽しいか、遊びに来てもらったら体験してもらえると思うので、ぜひよろしくお願いします。目撃せよ。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画は以上になります。おしまい。